ネバネバ焼くネバ We Promise 黒です。というわけで今日も約束のネバーランドの考察について動画にしていきたいと思います。本日の議題は結論から申しますと、フィルラスボス説。いや4歳児がラスボスなんてありえないって思うじゃないですか。ラスボスは言い過ぎました、確かに。フィルは悪いやつではもちろんないと思うんですけども、謎が多すぎる。結構この説はびっくりする方が多いとは思うんですけれども、フィルのね、詳細を見ていきますと、彼はまだ4歳にもかかわらず、ありえないレベルで能力が高すぎる。非常に。で、どんなことかっていうと、2巻の70ページ。ここではママの情報源が子供たちの中にいるんじゃないかっていう疑惑が流れていた時になるんですけども、こちらでフィルっていう話題になった時に、直近の7日の平均スコアですね。スコアは203ちょい。ここでレイが高えなと言ってるんですね。4歳児にしてレイが高えなと言わせるほどのまずスコアっていうのと、そして3巻の30ページ。こちらの本の蔵書表にモールス符号が書かれてるっていうのを気づいたのもフィル。もう何者だよってなってきますよね。フィルってなんか勘がいいというか、エマの発言とかも子供たち全員に向けてはいるんですけれども、フィルたちとかやたらこうフィルを強調するような描写っていうのが結構多いんですね。やたらフィル、やたらフィル、やたらフィル。ちょっとずつフィルに対しての伏線が張られているんじゃないかなっていうのがこちらになります。ノーマンやレイですらも気づいてなかったことですからね。でもこれゾッとしたのが5巻の15ページ。下のコマ。エンマとか言って、フィルが本持ってるんですけど、この本の表紙見てください。フクロウ書いてあるやんみたいな。モールス符号でも出てくると思うんですけど、フクロウっていうのがミネルヴァさんにつながる描写としてたびたびフクロウが描かれてるんですけれども、フィルが持ってきた本にフクロウの伏線がもうすでに載ってるんですよ。この4歳児何者やねんみたいな。もうゾッとする4歳児、本当にこの子は。次のページ。エマがフィルたちに4歳以下の子たちを置いてくっていう方向を選んだっていうことをフィルに伝えるときに、もうすぐやっぱりそうだったんだね。やっぱりってなんやねんお前。やっぱりってさ、やばくないですか？ 4 歳児ですよ。今もそりゃなるわ。この4歳児何者なん？もうなんか全て分かってたかのように、収穫って何なのかなとか、レイの引き出し漁ったりとか、なんかノーマンがいなくなる日にエマが怖がってたとか、分析力がすごいんですよね、このフィルは。でも全てを察している4歳児。そしてもうこの一言。待てるよ僕。だから置いてって。もう4歳児が言えるセリフかよ。でね、これをね、フィルに告げた後のフィルの行動にも注目していただきたい。4巻のもう本当に最後、191ページで、ハウスがね、燃え盛っている中で、イザベラ、ママが全員逃げたと思ってる中で、全員捕まえてやるみたいな。私の可愛い子供たち誰一人逃がさないわっていう感じで、相当頭に来てるママのところに、フィルが、この燃えてる中ですよ。もうハウスが燃えてる中でフィルが、ママの服をグッとこう掴んで、ママって。で、そこでのイザベラの顔。フィルみたいな。本当にもうイザベラも気づかないレベルで急接近からのもう服グーって言っちゃダメ的な感じのね、もうこの描写もう恐ろしすぎる。もう気配ないフィル。その背景にはそれこそエマに4歳以下は置いてくよって言われて、やっぱりそうだったんだねってもう知っていて、なおかつ言われて、待てるよ僕って即座に理解した上での気配消しママに近づきママを止めるみたいな。フィルラスボス怪しすぎる4歳児。もうここまで来たらフィルが何かしらミネルヴァさんとの関わりだったり、何かしらの鍵を握ってるっていう風に思うとは思うんですけれども、もう一つ根拠となるポイントがありまして、2巻、こちらの表紙で先ほど説明したフィルがですね、なんとこちらでもミネルヴァさんのもうシンボルともいえるフクロウの絵が入った本を持っているっていう。で、約束のネバーランドって表紙の描写と中のカバーの描写が違くて、ここもなんだかんだ伏線がいっぱいこう散りばめられているポイントなんですけれども、こちら2巻のカバーを外すとですね、みんなびっくりしますよこれ。もう表紙フィルだけ。しかもモールス符号をフィルが書いてる。2巻ですよ、2巻ですでにもうこの伏線がここでもう貼られている。ここの書いてある文字もハーベスト。この時点で怪しい。プラスこれ見てください。左腕が書いてある。そして手にはペン。そしてここにはプロミスドの文字。そして B06 の3に子供たちが目指す先となるものがもうここで伏線として出ているわけでございます。ここにもいろんな伏線があるって言われてるんですけども、こちらの手は一体誰なのか。ペンの持ち主である
ミネルヴァさん説っていうのと、もう一つはノーマン説っていうのがあるんですけども、この手の感じってどう見てもノーマンっぽくはないなっていう、考えられるならミネルヴァさんの手なんじゃないかなっていうところがありまして、ここを根拠づける一つの理由としては、今ペンをこちら左手に持ってるんですけども、実はミネルヴァさんもノーマンも2人とも左利きなんですね。ミネルヴァさんがなぜ左利きなのかって分かるのかっていうのが出てる描写がありまして、約束のネバーランドの9巻で出ている31ページから始まるミネルヴァさんとの電話で、こちらの受話器に注目していただきたい。電話右利きの人って右手でガチャってやると思うんですよ。でもこのミネルヴァさん、ウィリアム・ミネルヴァですって言った時の持ってるの左手でこうやってやってます。その後続くとなんか右手に持ってる描写みたいなのもあるんですけども、その先進んでいきまして、38ページの上のコマ、こちらなんと受話器を、左手で持って右手に持ってきてて、要は左手で受話器を持ってるんですね。なおかつ現在2031年5月20日っていう風に言ってるんですけども、それを見てる手、時計がついてる手が右手なんですね。右利きの人って大抵左手にこう時計をつけて見たりとか合わせとかをやると思うんですけども、ミネルヴァさんもこの時点で右手に時計をつけている。つまりこちらのミネルヴァさんは、ラートリーさんなんですけど、ジェームズ・ラートリーさんなんですけど、ラートリーさんは右手に時計をつけているってことで、もしかしたら左利きなんじゃないかっていう説がここで浮上してきます。つまりさっきのこれ、もしかしたらミネルヴァさんの左手なんじゃないかっていう説。もうこれがミネルヴァさんだったとしたら、もうフィルとミネルヴァさんは何かしらの関係がないわけないじゃんね。もうこれ、それこそその9巻の今のその電話のやり取りでいろんな一人称があるんですね。ミネルヴァさんが後々の子供たちのためにこう電話で録音で残してるんだとして、まず何より私は君に謝らなければならないっていう描写の君っていうのは普通にこういう君っていう字なんですけど、その後何回か君たち、君の次に君たちっていうワードが出て、複数形ですね。複数形が出てきて、その後にまた君たち、君たちなんですけど、そのさっきの君たちはこっちのこの君っていう字にたちの2文字なんですけど、もう一つの方の君たちは食用字って書いて君たちっていう字を当ててるんですね。もうその時点で君たちってもう3種類の君たちが出てて、でその後にまた食用字の君たちも出てきて、でその後子たちとかいろんな表現がされてるんですけども、なんでこんなに表現変えるのかなって思ったんですよ。確定したわけではないからいろんな言い方をしてるのかなっていう見方もできるんですけれども、一つの見方としてその後、君がこの録音を聞いてる頃には私はこの世にいないだろう。その後、私はやすやすと殺されるつもりは毛頭ないし、私の他にも君の支援者はいる。でこちらの君の支援者はいるっていうワードは食用字って書いて当て字を君なんですね。君たちとかいろんなこう表現の言い方をされてるんですけども、ここだと私の他にも君の支援者はいる。これ読み方変えたらめっちゃ鳥肌なんですけど、これ当て字じゃなく読んだとしたら、私の他にも食用児の支援者はいる。怖くないですか？いろんな言い方をしてちょっとここの部分を強調しないようにしたのかもしれないですけど、私の他にも食用児の支援者はいる。食用児の支援者？私の他にも食用児の中の支援者みたいな、もしかしたらみたいな、もうゾッとするよね。もうこれゾッとする話よ、本当に。私の他にも食用児の支援者がいるってなったら、もうあいつしかいないよね。そう、フィル。私の他にも食用児の支援者はいるって、もう怖すぎん？これもう伏線しかなくて、もうフィルが恐ろしい。もうフィルラスボス、ボスって言ってもね、その悪い意味ではないとは思うんですけども、何かしらここまでの話とか辻褄を考えると、フィルがもう何かしらミネルヴァさんと関わっている、もしくは食用児の支援者なんじゃないかっていう、もう説がほぼほぼもう怪しすぎる動きしかしてないんですね。なのでもうこれは後々フィルの動きはすごく注目できるのではないのでしょうかっていうお話でございます。こんな4歳児がいますかっていう話なんですよね。皆さんはどう思いますか？よかったらコメントいただければと思います。はい、というわけで今日は謎の王騎フィルラスボス説っていうのを動画にさせていただきました。また、約束のネバーランドの考察動画上げていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。見てくれたみんなありがとう。
チャンネル登録してね。Twitter とインスタもやってるよ。フォローしてね。また見に来てね。